丈夫？顔真っ赤だよ。でもそんなになるまで目いっぱい急いでここまで来てくれたんだよね。ありがとう。ずっと待ってたよ、トレーナーさん。さあ、ご挨拶しましょう。お隣に引っ越してきたお姉ちゃんよ。仲良くしてもらいましょうね。お姉ちゃん、あのね、ブーちゃんだよ。よろしくね。辛いよね、苦しいよね。ずっと高校ってお熱もでもあのね、私ね、大きくなったよ。もうお姉ちゃんのこと運べるよ。どう？それでは模擬レース始めるよ。みんな準備できたかな？それじゃあ、よーいドン。まだまだ。や進路、トレーナー養成学校にするの？しかも URA の？それってもう泣き虫なの知ってるでしょ。急に言うのちょっぴりずるいよ。でもありがとう。私も頑張るね。トレセン学園きっと受かってみせるから。どうかな、そのお守り。養成校の受験応援の時よりちょっとはうまく作れたかななんて自分では思っちゃってるんだけどいえいえ。っていけない。そろそろスタンド行かなきゃ。なるべくよく見える場所押さえたいもんね。私もあなたも今日は一緒に勉強。ジャパンカップ注目馬娘は決めてきた？私はね、やっぱりスペシャルウィークさんかな。スペシャルウィークだ、スペシャルウィーク、スペシャルウィーク先頭に立った。他馬娘も懸命に追うが、しかしスペシャルウィーク13番スペシャルウィーク先頭でゴールイン。日本総代表スペシャルウィークが大専門超馬娘大森破り、堂々とジャパンカップを勝利です。すごいなんて走り、なんて衝撃、なんて歓声、なんてなんて絶景。ねえ、いつか絶対私たちも
それじゃあ改めて聞かせてもらってもいい？はいはい。え？あ、トレーナー陣がわらわら群れてるあそこ。ピッカピカの新人が一人嫌がるな。あいつが例のあれかい？ブエナちゃんの幼なじみってやつ？嘘、どこどこ？てかさ、もう契約したん？しちゃったん？そうそう、あの人です。それで今はまだ仮契約中ですね。そろそろ時間、出走準備しなくっちゃ。では中山さん、ジョーダンさん、私はここで失礼しますね。ガチ？仮？どういうこと？さあエキシビションレースもいよいよ終盤。残り400。外からやってきたのはブエナビスタ。ブエナビスタ、鋭い走りだ。あら、彼女なかなかの末足を持ってるわね。現時点でこれなら磨けばかなり輝きそうだわ。今回のエキシビションはなかなかの粒揃いだって噂でしたが、やっぱその中でもず抜けてますね、ブエナビスタは。ゴールイン。1着はブエナビスタ。ブエナビスタです。エキシビションを見事盛り上げた立役者となってくれました。未デビューながら今後の活躍を期待させる素晴らしい走りでしたブエナビスタ。観客席からも惜しみない拍手喝采が送られます。やっばこれが同期候補かよ。分の悪い賭けになってきやがった。ゆっくりにしなきゃだよね。ごめんね。見つけた。会えてよかった。エキシビション見に来てくれたんだね。それはよかった。じゃあ明日から本格的にトレーニング始められそうかな。前に話してくれた仮契約中の目標、種目別競技大会での優勝に向けてたくさん頑張らないとだよね。何せとんでもなく強い子たちが揃っちゃってるから。中でも特に注目されてるのは桜花賞秋華賞を勝ってダブルティアラに輝いたスカーレットちゃんに、ティアラ馬娘でありながら全馬娘の夢とも言われる日本ダービーの覇者になった桜花ちゃんだけど、そんな時代を代表する2人を相手にデビュー前の私を勝たせてみせるだったよね。見定めるって
私があなたを？でも知ってたの？びっくり。だって今日が初日って聞いてたのに。そうだね。私はいつかスペさんが見せてくれたような絶景に必ずたどり着きたい。だからそのためにぴったりなトレーナーさんを選ぶ。そうするつもり。では明日からよろしくお願いしますね、仮トレーナーさん。ずーっと私が小さな頃からそばにいてくれた人。私のための傘を握りしめて自分はびしょびしょになって、それでも泣き虫で甘えん坊な私のもとにいつも来てくれた人でね、小学校低学年までの子たちが集まるレースが来月あるんだけど、あなたどうする？出てみたい？私やってみたい、走ってみたい。それでねえ、お母さん来てねってお願いしたらお姉ちゃん来てくれるかな。また私の走り見てくれるかな。見て、またこの間みたいにお目目いっぱいキラキラさせてくれるかな。まっすぐ見つめてくれるその瞳で、その輝きでいつも私の両足に無敵になれちゃう力をくれた人。ねえ、いつか絶対私たちもいつか必ずこんな絶景にたどり着こう。そう、大事な約束をした人。アップはこれでおしまいでいいかな。それで今日はウッドチップコースでのトレーニングが中心だったよね。緩めの強度から始めたいって話してたよね。それなら 200m を18秒で走るくらいのペースかな。だいぶゆっくりめだね。コースも足に優しいウッドチップだし。もしかして私のことすっごく心配してくれてる？私大丈夫だよ。体だって前より成長してるんだから。そうなんだ。この前私が話したいつも走ってる外周コース、そんなに地面の硬い場所が多かったんだね。昨日も走りに行ったし、骨への負担が蓄積してるだろうから、特にクッション性の高いウッドチップコース中心で。了解しました、トレーナーさん。16秒ペース、おしまい。ちょっとだけ優しいお姉ちゃんのままみたいに思っちゃったけど、違うんだよね。もうあなたはトレーナーさんになって
くれたんだよね。こうして。行ってきます。競技大会当日までのプラン共有ありがとうございます。明日からも頑張りますね、トレーナーさん。ということでミーティングの議題は以上かな。よかったら一緒に一息つかない？私お茶入れるよ。どんな絶景を目指したいか確かに憧れたのはスペさんのジャパンカップだけれど、私はスペさんじゃないもんね。全く同じ景色は作れない。もちろん私には私の目指したい絶景があるよ。まだそこまで具体的なわけじゃないけどね。みんなに届く絶景かな。できるだけたくさんの人の思いや夢を背中に乗せて、一人でも多くの人と一緒にたどり着く。強くて眩しくて華々しい勝利の光景、それが私の目指す夢だから。私はみんなの胸を打つような走りがしたい。一目で夢中になってずっと応援したくなっちゃうような、そんなみんなの心に強い強い期待を灯せる馬娘に私はなりたい。デビュー前の子が話す夢にしてはちょっと大胆？そういう顔してる。でも私信じてるよ。私はきっといつか必ず夢見た絶景にたどり着く。信じてる。この思いを疑っちゃったことはないかな、一度も。また顔少しこわばってる。さて今度こそミーティングはこれでおしまいでいいかな。じゃあ一緒に一息入れようよ。あったかいお茶入れるね。さあ続いて登場するのはお待ちかねのこの2人、ウオッカ、そしてダイワスカーレットです。お願いします。よースカーレット、俺に負ける準備はできてっかよ。あんたも泣かす用意しかできてないわよ。と皆さん今日は応援よろしくお願いします。お聞きください、この大歓声。現在の馬娘レース界を代表する2人に間違いなく今日一番の大注目が集まっております。トゥインクルシリーズ本番ほどの仕上がりではないでしょうが、きっと素晴らしい走りを見せてくれるでしょう。がしかしそれでもなお勝利は譲らないと強く名乗りを上げているのは新進気鋭のこの馬娘、ブエナビスタです。今日のために目いっぱい鍛えてきました。どうぞよろしくお願いしますね。なんということか。デビュー前の馬娘が集めたとは思えないこの期待、この注目度。果たしてどんな走りを見せてくれるのか。いたいた。コースに出る前に話しておきたいってどうしたの？集中？あれ？私今気づいちゃった。だいぶ緊
緊張しちゃってたんだね。そうなの。だからすっかりお客さんたちの熱気に当てられちゃってたみたい。でももう大丈夫。ありがとう。行ってくるね。勝ってくるね、トレーナーさん。さあ序盤からダイワスカーレットがスーッと前に出ていく。これは素晴らしい位置取り。しっかりペースを握りに行きました。大丈夫、焦らないこと。足をしっかり止めて末足勝負に持ち込めば、ダイワスカーレット相手でもあなたは戦える。しゃあ行くぜおウォッカちゃんの末足の爆発力は恐ろしい。でも同時に少しブレる時もある。だからダイワスカーレット先頭、ウォッカがそれを追う。しかしブエナビスタもやってきた。残り200、ウォッカかダイワスカーレットかブエナビスタか。ブエナビスタ迫る。ゴールドマンもう目前。苦しい。でも譲りたくない。勝ちたい。ここだけはあのモサドも相手に花差の3着まで迫れた。相変わらずとんでもねえな。楽しませてくれやがるぜ。確かに元からすげえけど、なんかすげえ度上がってなかった？やっぱ例のあの人のおかげってやつ？そう、ブエナさん。そうなのね。今聖なるお導きを感じたわ。それでも私の物語は止まらない。終わっちゃったね。悔しいな。本当にどうしても今日だけはどうしても勝ちたかった。それであなたに示したかったのに。悔しい。見せてあげたかった。あなたがいれば、あなたとだから私は勝てるんだよって見せてあげたかったな。私前に話したよね。目指したい絶景について聞いてくれた時、私なら必ず夢の絶景にたどり着ける、それを疑ったことは一度もないって。じゃあどうして疑わずにいられたかわかる？みんなが夢中になる、みんなが応援したくなる走りができるって、どうしてずっと信じていられたかわかる？あなたがずっといてくれたからだよ。ずっと私の走りに夢中になってくれて、ずっと目いっぱい応援してくれた
あなたがいたから。大きくなっても離れ離れになってもずっと私の心の中にいてくれたから。だからなんだよ。待って。ごめんね。わがまま一つだけいい？やり直すなら最初からがいいな。ダメ？はいはい、ぜひ私のトレーナーさん。お姉ちゃんみっけ。あのね、隠れてるのいつもここなんだよ。ブーちゃんちゃんと知ってるの。気づけば何でも覚えてた。好きなもの、嫌いなもの、ちょっとした癖も自然に全部。それが当たり前だったの。やっぱりまだやってる。お疲れ様。うん。でね、その自主トレの最中に見つけたんだけど、じゃん、これなんだと思う？正解。好きだったけど最近見なかったよね。復刻したんだって。一緒に食べよ。覚えるくらい食べたから。で、どう？トレーナー勉強会の準備大変？そっか。ね、私に手伝えることってある？何でも言って。私も一緒に頑張るから。ここがトレーナー勉強会の部屋。緊張してるって言ってたけど大丈夫かな。様子ちょこっとだけなら覗けるかな。いたいた。他のトレーナーさんとお話し中かな。久しぶりじゃん。元気にしてたか？いつ以来だ？超久しぶりじゃね？そろそろ飽きた？やめて、その目やめて。あれ、あんな顔もするんだ。珍しい。勉強会始まった。でもトレーナーさんが発表一番手だなんて。みんな見てる。すごく静か。頑張って。そのトレーニング法について質問を。足への負担の考慮はさておき、切り替え時期はどう考えている？鋭い質問。この状況できちんと答えないといけないなんて。あれ、平気そう？さっきの発表すごく勉強になりました。それで相談したいことがあって。いいですか？おーい、この後飲み会あるってよ。もちろん行くだろ。飲み会。そっか。
あれがトレーナーさん考えれば当たり前か。ずっと一緒ではなかったもんね。知らないことだってあるし、見たことない顔だって見たことなかった。お姉ちゃん、ちょっと遠くに行っちゃった？あ、メニュー確認してる。真剣な顔。いつも通りのトレーナーさん。あ、はい、休憩終わりですか？え？何にもないよ。ほら、少し暑くなってきたからぼーっとしちゃって。そういえばこの後プールトレーニングだっけ？よかった。今入ったら絶対気持ちいいよね。え？休日？うん、予定空いてるよ。どうしたの？え？地元へ帰りたいの？私と一緒に？わあ、久しぶり。あ、見て、あの本屋さん。2人で参考書買いに行ったよね。そこのお肉屋さんでコロッケ買って半分こして。そのまんまだね。草ぼうぼうなままだね。ここも変わらないな。よくかくれんぼしたよね。そこの木で目を伏せて1、2ってあなたはいつも同じところに隠れてて、あれそうしてくれてたんだよね。真相は内緒なの？じゃあ私ももう聞かない。あと2人でよくお参りしたね。何でも。明日の運動会ピカピカに晴れますように。結構お願い叶えてもらえたよね。そうだ、お礼参りしようか。そうなの？最近も？そっか。じゃあますますお礼言わないとね。こんにちは、おばさん。お久しぶりです。あら、ブエナちゃんたち。まあまあ、2人ともすっかり立派になってまた来てくれて嬉しいよ。私もまたお会いできて嬉しいです。よもぎまんじゅうってまだ売ってますか？あるわよ。好きだったわよね。今日もいる？はい。トレーナーさんも同じでいいかな？そうそう、羊羹もあるわよ。お姉ちゃん、ここ最近のお気に入りでしょ？羊羹？ちょっと甘すぎて苦手って前に言ってなかったっけ？そっか、美味しいもんね。ならそれも一緒に買っちゃおう。そこのお店閉店しちゃったんだ。そっか、ここも。というか、そっか、心配してくれてたんだ。なんで誘ってくれたんだろうってちょっと不思議だったけど、
そうだったんだ。ねえ、最後にもう一度神社に寄っていいかな。お願いしたいことがあって。もう子供じゃないから早く大人になります。寂しいのも克服します。だから見守っていてください。心配な顔をさせないように、元気な笑顔を見せられるように。こっちの方から。あ、エマが落ちちゃってる。紐が切れたのかな。あれ、この字見たことが。ブエナにふさわしくなれますように。ねえ、これどういうこと？教えてもらってもいい？そんなことを思いながらずっと頑張ってくれてたの？離れてる時間も長かったのに、いろいろ変わっちゃうこともあったのに。離れてなんかなかった。ずっとあなたはあなたのまま、心はそばにいてくれて。ねえ、他には？突然ごめんね。聞いてみたくなっちゃって。私と離れてた時のあなたのこと、私が知らないあなたのことを。ごめんね。もう大丈夫だよ。ようやく卒業できた。そうだな、寂しがりのブーちゃんからかな。夏合宿最後の一本、トレーナーさんと二人三脚の結果は。トレーナーさん、ありがとうございました。はい、これでおしまい。夏合宿もあっという間だったね。ひたすら走ったな。走る一色、これも青春かな。え？いいの？しよう。ちょっと待っててね。イベントを探してくるから。トレーナーさん、花火大会があるって。これ夏っぽくないかな？昔も一緒に見に行ったよね。お母さんに浴衣着せてもらって、高い建物に登って。うわー、綺麗だね。たまらー。お姉ちゃん、どの花火が好き？ブーちゃんはね、あの金色の。もっと近くで見てみたいな。そしたら上からふわーって落ちてくるみたいに見えるでしょ。懐かしいな。あの時より近くで見られるかな。本当？楽しみにしてる。じゃあ集合時間は。ちょっと早く着きすぎたかな。にしても一緒に花火を見たこと覚えててくれたんだ。
あの時以来か。トレーナーさん、大人になっても目を輝かせるのかな。今来たところだよ。じゃあ行こっか。どのあたりかな。どうしたのって。だってここ船というか海の上だよ。花火見に行こうって言ってクルーズ船予約してたの。思わずってもう想像できないよ、クルーズ船は。予想外のこともさらっとやっちゃうようになったんだね。やっぱり大人ってすごいな。どんどんかっこよくなる。ほんと変わったね、子供の時からずいぶん。私の？なんでもない口調でさらりと言った。とんでもないことを当たり前のように。そうつぶやく顔は少しだけ苦い表情で、まっすぐ私を見つめる目は昔と変わらず優しくて、けれどあの頃より力強い。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ずるいよ。追いかけても追いかけても足りない。だってどんどん新しい面が出てくるんだもん。全然。今はもう嬉しくて仕方ないの。知っていくのが、知りたいと思えるのが幸せ。ねえ、お姉ちゃんの変わらないところも変わっていくところもずっと隣で一番近くで見ていてもいいかな。これからも全部知りたいから。花火が打ち上がった。あの日見た景色よりずっともっと大きな大輪が咲き誇る夢のような絶景をあなたと肩を並べて目に焼き付ける。あの金色の花火だ。すごいキラキラ降り注いで。あれ、なんかだってなんだかすごく綺麗だから。なんでだろう。昔見た時よりもっと。お姉ちゃん、どの花火が好き？ブーちゃんはね、あの金色の花火ばっかり見てたんだ。金色の光が照らす先に気づかなかった。そっか。なんて綺麗。